おはようございます。おはようございます。私たちは新婚で無職になり、全国で美味しいものをたくさん食べながら、ハネムーンに日本一周をしている夫婦です。はい、ということで、はい、本日はですね、お金の話をしていきたいと思います。旅を始めてから1ヶ月経ったぐらいの時に、1回1ヶ月のね、かかったお金として、はい、動画を1本出してるんですよ。はい、なんかテンション低い動画ですね。なんか、ね、見返したらさ、すごい低かったよね。さっき見たんですよ、これ撮る前に。どんなだったっけなって。なんかすごいテンション低かったね。キャッチハクをしながら、日本全国を回っています。はい。旅に出て2ヶ月経って生活が落ち着いてきたので、はい、今回は旅の費用についてお話ししたいと思います。はい。なので今回はテンション上げ上げでいきます。はい。で、元気にいきましょう。今回は、全然しないんで。シャーイ、はい、我々今月7月ですね。2025年7月でちょうど旅に出て1年経ったということで、はい。今度1年間でかかったお金のお話をしたいなと思います。そうですね。なのでですね、最初に1年でかかった総額、そして内訳をお話ししたりして、そして後半では、なんかその1ヶ月の時点でとはまたちょっとね、変わった私たちが普段やってる節約塾やってる。節約術ね。そう、節約術だったり。なんでそれさ、そういう動画でもよくやるけど、なんで片言になっちゃう節約術ですね。はい、だったりですね。もう一回言ってみましょうか。節約術です。はい、危ないです。はい。はい、節約術だったり、今、どうなの貯金。収入どうなのみたいな話もしちゃったりします。はい、しちゃったりしましょう。はい。もうすべて我々バンストーリーの家計をお話ししましょう。さらけ出す。これなんだ。さらけ出します。バカーン。はい。なので最後までご視聴いただけると嬉しいです。はい。はい。それでは、やっていきましょう。レッツお金マネー。これでもやるんだっていうね。帰国子女だからさ。さあ、ということでですね、はい、今回話すにあたってですね、いろいろ表をまとめてきまして、ちょっとその表を見ながらお話しさせていただければなと思います。まずですね、1年間でかかった総額ですね。こちらからお話ししていきましょう。この総額には、携帯代だったりとか、税金とか保険とか、そういう固定費用は含まれてないです。はい。これはまた別で取っているので、そこは抜いて考えてます。はい、前回と一緒ですね。そうですね。はい、あくまで、毎月かかってる変動費、食費だったりっていうところをお話ししてます。旅にかかってるお金ですね。そう、旅にかかってるお金、生活費ですね。はい。はい、ということで、お話ししていきます。はい。まずですね、1年間でかかったお金の総額。こちらがですね、でん1万じゃない。1万なわけない。1万なわけないわ。1万なわけないわ。しっかりしてくれよ、本当に。もう一回いきます。毎回やるんだ。でん155万6162円です。はい。はい。どうですか ?1 年間の生活費って思ったらだいぶ安いんじゃないですか？だいぶ安いよ。2人で。2人だからね。だいぶ安いよ。だいぶ安いと思うんです。抑えられたと思います。で、前回の動画でもだいたい月13万円ぐらいを目標にしてるって言ってたんで、その13万円はクリアできてるんじゃないでしょうか。そうだね。ギリギリ。オーバーしない月もあれば、どうしてもオーバーしちゃう月もあって、でもそれで、あれじゃないかな。いい感じに相殺されてる。いけてるかなって思います。はい。観光する月は、やっぱ多めに使って、で、年末とか、実家に帰ってる時とかは、観光がもちろんないんで、その分ちょっと抑えられたりとか、そういうのが、見て取れます。そうですね。次、内訳をちょっとお話ししていくんですが、今回ですね、グラフを作ってまいりましたので、はい、ちょっと、こちらに出しますね。はい。せーの、ポン。はい、できました。はい。というわけでですね、この一番多いところから、順に、何お金かかってるのかっていうのをお話ししていきます。はい。はい。で、一番多いところがですね、まず、これ外食費ですね。はい。外食費の総額。はい。44万8465円。はい。結構かかってると思います、これは。動画見てわかる通り、我々グルメをいっぱい食べてますので、各県でいろいろな、グルメ動画とかも、撮影させていただいたので、大体ちょっと予算がどんどん増えてって、今、こんぐらいって感じですね。そうだね。だから少ない月はその2万円台で収まるし、多い月はもう5万超えちゃったり。そう、ちょっとこれは、結構な出費になってますね。でも基本的には、その動画撮るときは外食してるけど、動画以外は
基本的には外食しないから、そうですね、もう動画に出てるのが全てかな。そう、動画に出てるのが本当外食の全て。まあ、で、あと、ここの外食費の中に動画以外だとあと編集、で、ちょっと米田コーヒーでちょっとパパパって、Wi-Fi ないととか、そういう時の外食費に入ってます。そうね、カフェとかね、そういうところに行く時のやつだね。はい。次に多いのが、こちら、食費ですね。これが24万4259円。食費っていうのは、まあ大体その車で食べる時の自炊とか、まあスーパーで買った時のお金が食費に入ってますね。はい、入ってます。さあ、続いて。はい。じゃあ、ひろゆさんお願いします。はい。続いて多かったのがガソリン代ですね。はい。はい。まあこれが23万4720円。はい。よく言えました。舐めてんのこれは結局、そのどんだけ移動するかで変動があるから、そう。やっぱその県にずっといれば、ガソリン代かかんないですよね。そうなんだよ。そう、だからまあ本当移動してない月は少ないよね。少ないですね。で、最近、本当見ていただいてわかる通り、すごいハイペースで回ってるんですよ。で、ちゃんと1年間で半分回りきったんですよ。県は。24県回りきった。そうなんです。インスタグラムを見てくださってる方はわかると思うんですけど、今ね、動画的には18件目とかでしょ。17、18件目ぐらいかな。なんですけど、リアルタイムの我々は24件終わりました。はい。はい。でもほんと3日で1軒回るとかを最近ちょっとしてたので、もうほんとそういう時はガソリン代がバーって、やっぱどうしても上がっちゃう。まあそう、まあガソリン代はね、まあ私らの、あれですよ。家賃みたいなもんなんで。ああ、そう、家賃みたいなもんなんで。まあそう思ったら、年間で23万安いんじゃないですか。めちゃめちゃ安い。めちゃめちゃ安い。月2万ぐらいってことでしょ。めちゃめちゃ安い。2万前後で。続いて、日用雑貨ですね。はい。こういうのはアルコールの除菌シートとか。あと洗顔とかか。まあとか、こうなんか、こういう絆創膏とか。いいよ、まだ動画になってないから。やめて。別に擦り傷なんでね、大したことないんですけど。そう、なんかね、そういう、まあ薬代とか、車中泊動画とかだと、うちら出してるけど、朝パックとかさ。ああ、そう、朝パックね。あれ月に1回買ってるから地味に出費なんだよね。そう、あれ毎月1000円ちょっとかかるから。とか、まあそういう細々とした雑貨、日用雑貨のお金ですね。意外と言ってますね、これは。ここ意外と言ってるけども、これはほぼもう変わらないですね。値段はもう買うもん決まってるから。基本的にはね。もうずっと一緒、これは。さあ続きまして、車両費ですね。はい。この中には、駐車場代と、あと車のこの洗車とか、こういう、あと点検出してもらった時の、ちょっと費用なんかも入ってます。はい。で、こちらが、13万7302円です。はい。はい。で、これはちょっとどうしてもですね、オイル交換。車を走らせてオイル交換をするタイミングで、やっぱ金額がバッと上がっちゃう。そうね。感じですね。で、5000キロに1回、オイルを入れてるので、今まで何回だろう。3、4回はやってるよね。もうね、この車もね、3万キロオーバーしてます。3万キロオーバーしてる。多分合計で2万キロ走ってるのかな、日本一周始めてから。2万5000キロぐらい走ってる。まあでも逆に言ったらオイル交換ない月は、駐車場代だけ、まあ洗車はするかしないかぐらいなんで、そんなにいかないかな。そうだ、5000円いくかいかないかぐらいじゃない。そうだね。本当洗車を定期的にしたいと思ってますが、最近は梅雨ですし。そう。洗車の次の日に雨を降るのはなんで？あれさ、なんでなんだよ。これ毎回なんだよね。しかも天気予報見てんだよ。そう。天気予報見て、もうそろそろ大丈夫だねって思って、洗車して次の日雨降るの。じゃあ続いて、缶コーヒーですね。はい。はい。こちら。12万4613円でございます。はい。この缶コーヒーは、その観光地行って払う入場料とか。とか、まあ、それか。それしかない。そうだ、基本的に入場料。まあ、ここはあんまりケチりたくないなっていうのがね。そう、ここは、旅出る前にも思ったんですけど、ケチらずに使っていこう。どうしてもやりたいことに関しては使っていこうと。そう、もちろんなんか値段を見て断念することはもちろんあります。ありますね。あります。けど、どうしてもここ行きたいっていう時は、渋らずに行こうよっていうふうに決めてますね。まあちょっとその値段とその体験できることのコスパを見て、ちょっと今の我々の金銭状況で行けるかっていうのを判断してますね。今後出る動画でもちょっとお金をかけてあるところに行ったりしてるんですけども、まあそういう時はもうどうしてもそこは私がもう旅出る前から行きたかったところなんで、もうそうなんかせっかくだから行こうよっていうので使ったりとかはしてますね。そうですね。だからこんだけ1年旅行して12万で抑えられてるのは
かなり安いんじゃないですか。安いよ。だって普通に観光してたらね、まあ大体ね、沖縄とか行ったらだってめちゃめちゃ使うしね、一人でね、お金。そう、だからそう考えたら1年でこれぐらいしかかかってないんだったら安いかなと思います。そうかもしれません。はい。まあなんか入場料かからなくて楽しめる場所を選んだりもしてるからね。そうです。そういうのもありますけども。はい。まあ観光費はこんな感じですかね。はい。はい。じゃあ続いて、はい。お風呂ですね。はい。はい。お風呂が11万152円ということで、これは基本もう快活ですね。そうですね。快活クラブさんにもう本当にお世話になってます。もう本当に。はい。で、たまに、まあ、その疲れがもうどうしても取れない時とかはもう温泉に入ってサウナ、バチバチに整ってっていうのをもうやらせてもらってます。二人ともサウナが好きなんで、やっぱ2ヶ月に1回ぐらいは。そう。リフレッシュして。どうしてもやらないともう体がね、しんどいですよ。もう趣味ですからね。それは行かせてくださいって。私だってそうですよ。だからサウナハットもずっと積んでるんですよ。サウナハットもずっと積んでるんです。2枚ずつ。2枚ずつ。なぜか2枚ずつね。4枚あるってことですから。2日連続で行けるように。そう。まあ行かないんですけどね、2日連続で。そうね。だからサウナ代とかも入ってはいます。います。はい。というわけで、続いて。はい。洗濯代です。洗濯代です。はい。こちら、79,880円。はい。はい。で、洗濯は、コインランドリーで回してますね、毎回。はい。で、前回のお金の話で話した時は3日に1回洗濯してるって言ってたんですけど、それから下着とかの量だけ増やして、5日に1回にしました。まあ、下着さえあればもう積んじゃねっていう。本当はもうちょっと1週間に1回とかにしていきたいんですが、逆に夏はね、汗かいたやつを放置しとくのもどうか。そうなんですよ。なので、まあ、最長でも5日に1回は、しようという感じでやらせてもらってます。はい、やらせてもらってます。はい。そして最後ですね。はい。お土産代です。はい。こちらが23,313円。はい。で、お土産代っていうのは前にもちょっと紹介した通り、自分が集めてるポストカードであったり、あとステッカーですね。まあ、こういうステッカーを集めてるんですけど、こういったものになります。はい。これ大体各県で1枚ずつとか、まあ2枚ぐらい買うようにしてて、あと T シャツもたまに、特に北海道のセコマの T シャツとか買ったりして、ラッピとか買ったりしてるんで、まあそういうのもちょっとありますね。まあこれはちょっと2年目になったらだいぶ抑えられるのかなと思います。そんなにもういっぱい買いすぎてももう置けないので、やっぱそのポストカードとステッカーぐらいになってくるのかなっていう感じですね。ちょっと落ち着いてきたよね。そう、落ち着いてきた。なんか欲が落ち着いてきて。どうしても欲しいもの以外は、一旦保留にしようっていう風にちゃんとこうね、とどまるようになりましたね。ちゃんとそこを、どんどんこの金額は抑えられるようになってきてます。もう減ってるし、むしろ、2ヶ月前なんて0円ですよ。そうです。5月何も買ってない。はい。そういう月もあるんで、そんな感じです。そんな感じです。はい。で、あと、ごめんなさい、最後って言ったんですが、まあその他としてですね、病院にちょっと行ったりですとか、あと、この前もあったんですけど、ちょっと、夏暑すぎて、ちょっと車中泊無理だっていう時に一回快活にちょっと行ったりっていうのがあって、まあその他の経費として1670円、こちらも入ってます。まあ命が一番大事なので、ね。いやもう本当にそう、この前、本当にもう寝れなかったんだから一回。でもやばかったよね。でも初めてじゃない？やめたの、車中泊。やめたの初めてだね。もう無理だと思って。限界だったよね。限界だった、一回。熱中症皆さんも本当そこはお気をつけください。はい。はい。全然関係ないですね、お金の話。関係ないですけどね。まあ別に夏の、対策とかも出してるんでね。はい。ぜひ見ていただければと思うんですが。内訳としては、これ以上ですね。はい、以上です。はい。ということでですね、続いては、まあ我々がやってる節約術ですけども。はい。ゆいさん。はい。何がありますか？食費で言いますと、はい。基本的に我々、外食しない時の食費は、2人で300円と決めております。はい、これ1食分ですよ。はい。1食分2人で300円です。はい。はい。なので、まあ、基本普通に買ったら全然買えないので、値引き品を狙って、はい。スーパーの閉店間際に行くとか。日用品に関して言うと、ティッシュあるじゃないですか。ティッシュ、ガソリンスタンドでもらえるんです。そう。多分みんな知ってるけど。みんな知ってますそう、なんかなくなってきたら、LINE の友達登録すればプレゼントしてますみたいなところのガソリンスタンドに行って、もらうようにしてるんで、多分ティッシュここ半年ぐらい買ってないです。1年で買ったの1回とかね。1回、2回ないよね。1回ぐらいだよね。そう、そんなもんだと思う。花粉症の時期は別ですけど。花粉症はちょっと別として、普通にね、普段使うティッシュは、そんな感じで。基本的にはガソスタで。はい。で、最後に3つ目。はい。なんですけれども、これはお風呂ですね。まあ、先ほども言った通り、まあ、基本的には快活クラブ。はい。で、シャワー浴びてるんですけども、なんか最近ですね、なんか地元の、まあ、入浴施設の方が安いんじゃないかっていう。
からこの前も200円で、うん。普通に湯船浸かれるお風呂があったりですとか、そう、快活のね、基本料金より、しかも安いかったりするから。それ時間制限なかったりね。素晴らしいね。そうだから結構地元のそういったお風呂も、快活とは別でちょっと調べるようにはしてます。はい。はい。そんな感じでちょっとずつではありますけど、節約するような感じですね。そうですね。はい。まあ節約はこんな感じですか？はい。はい。ということで、最後に収入のちょっとお話をさせていただきます。ちょっとありがたいことにですね、前回の動画では収益化はまだできてなかったんですが、登録たくさんの方にしていただいて、なんとかこのチャンネルを収益化することができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今ですね、ちょっとずつ YouTube の方の収益も上がってきてはいるんですけども、この毎月使ってるお金よりはどうしても少ないので、まだまだ貯金を切り崩しているような状態です。はい。今で、前の動画では私のちょっと動画編集の仕事を今やってるっていうふうにお話しさせてもらったんですけど、ちょっとそれをやりながらですね、自分たちのチャンネルをやるのは結構大変でして。なので、ちょっと今そっちは仕事を少し減らしながら、自分たちのチャンネル今力入れてやってるような感じですね。はい。まあ1年目のお金はちゃんと貯金して保てるように、まあ、旅ができるように貯金していて、2年目はこの YouTube の収益とかで頑張っていこうっていう話だったので、はい。2年目何度か今入ることができたんですけど、最後まではこのままちょっと旅を続けられるかはちょっと怪しいので。ちょっと貯金がね、怪しいよね。尽きるかもしれないよね。怪しいよね。危ないよね。ということでですね、まあ途中、まあ皆さんやってると思いますけども、アルバイトをしたりですとか、動画の投稿頻度を落とさずに、そういったことも今後はしていこうかなというふうに思っております。はい。もちろんね、YouTube で生活費が賄えればいいなと。まあそうですね。そういうふうにもちろん思いますので、ぜひ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 、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ぜひ。お願いします。はい。他の動画も見てみてください。見てください。忍者とかね、自分たちの気に入ってると。めちゃめちゃ気に入ってます。はい。ひよりのお父さんお母さんも大絶賛。我が家もほんと大絶賛ということで。はい、そういうわけですね。はい。皆さんもぜひ忍者見てみてください。まだ見てない方はぜひ見てください。違う、チャンネル登録してって話で忍者の宣伝じゃないよ。忍者の宣伝じゃないよ。忍者の宣伝じゃないよ。はい。ということでですね、我々普段はですね、まあ日本一周をしておりまして、定番から穴場の観光地であったり、あと地元民に聞いたおすすめグルメなんかを動画にしてますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価いただいて、他の動画も見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。こっちだ。はい、各種 SNS もやっておりますので、皆様ぜひチェックお願いします。ぜひぜひフォローをお待ちしております。お待ちしてます。はい。ということで、本日はお金のお話でした。いかがだったでしょうか？はい。はい。また、旅の動画も今後出ていきますので、皆様ぜひぜひお楽しみに。楽しみに。はい。ということでまた次回。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ずっとめくれてた。ね、途中で気づいたけどもういいやと思って。いや、ほんと最後に気づいてさ。まあ、このまま出します。はい。